こんな時間か。少し入れ込みすぎたな。帰るか。なんだ今の。振り切れない。悪い夢でも見てんのか。初めての峠とはいえこの俺が追っかけ回されてる。冗談じゃねえクソったれが。無茶だ。この緩い右の先はきつい左だぞ。遠心力でケツが出てる。スピードに乗りすぎて立て直すスペースはない。何？86？だと。大丈夫か君。怪我は？俺は秋名山で死んだ走り屋の幽霊でも見たのか。腹立つくらい完璧なスーパードリフト。何者だあの86。スタート10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー！行け匠！全開走行だ！よし、圭介さんが前を取った。ストレートでちぎるのは不本意だが、これはタイムアタック。第1コーナーの突っ込みまでにたっぷりマージンを取る。そして国産最強のコーナリングマシン FD がコーナーも制する。すげえ FD 超絶速え。やっぱ86じゃ勝負になんねえよね。見たか今の86。ああ、縁石にも壁にも当たらず抜けてっちまった。あんなスピードで曲がるやつ見たことねえ。なんだあの86、やべえくらい速えぞ。差が詰まってる。バカな、そんなことあるわけないぜ。スタートダッシュを見る限りパワーはせいぜい150馬力。圭介が言うモンスターマシンでも何でもない。シフトポイントが速いのはラリー用のクロスミッションを組んでいるから。だからといって圭介の FD が負ける理由は見つからない。もしそんなことがあるとすれば、モンスターなのは車ではなくドライバー。わけわかんない速さで抜けてきやがった。いつすっ飛んでもおかしくねえぞ。あいつ下りの恐怖ってものも感じてねえのか。マジですか？匠んちの親父さんが伝説の走り屋だったって。ああ、けどただのぶっきらぼうな豆腐屋のおっさんですよ。間違いない。そしてその人が自分の代わりに匠をよこしたってことは信じられないっすよこれ。だって匠は86さえ知らなかったんですよ。あいつコーナー間のストレート流しっぱなしで抜けてったぞ。
なんだあれ、俺たちが考えてるドリフトとは違うもんだぜ。まるで芸術。ほとんどカウンターを当てない全開の四輪ドリフト。86という車を限界領域で自分の手足のようにコントロールしている。非力な86では失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速を一切せず最短距離を抜けていく。追いつかれた。何？圭介が。ああ、煽られてる。異常だ。アキラの86めちゃっぱやだ。嘘だ。圭介さんが煽られるなんて。匠が FD に追いついた。匠がマジかよ。信じらんねこの先後半は勾配がきつくなりストレートが減ってタイトなヘアピンがつく。圭介さんなら大丈夫ですよ。誤算だったな。これほどとは。峠で圧倒的に下りが難しい。上りはミスしてもごまかしが効くが下りのミスは即事故につながる。特にアキナは勾配がきつく、その恐怖は波ではない。下りを制するダウンヒルスペシャリストこそが最速の走り屋。どうしたって言うんだ。ここまで俺が追い回されるなんて。この前より隙がなくなってる。それにセカンドの立ち上がりは互角でも直線で差が開く。ものすげえブレーキングドリフト。あいつ高橋圭介に食いついてるぞ。この難しいアキナの下りでなんで86があんな速いんだよ。あいつ超ウルトラかっこいいぜ。あのクソ親父やっぱ抜かねえと勝ったとは認めてくんねえだろうな。しょうがねえ、あれやるか。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブ。直線で突き放しても食いつかれるってことはコーナーワークで負けてんのかよ。そんなの死んでも認めたくないぜ。パワーの劣る車にコーナーで追い込まれるなんて走り屋には最大の屈辱だ。クソったれ。 FD が先か。まあ当然だろうな。何86が減速しねえ。次は右のヘアピンだぞ。ブレーキフェードか。なんだそりゃ。今何が起こった？わかんねえ。あの86曲がれるはずなかったのに。あいつ道路脇の溝にタイヤを引っ掛けて曲がれるはずもねえスピードで曲がりやがった。単純な思いつきだが誰にでも真似できることじゃねえ。とんでもねえバカが世の中にはいる。楽しみがまた一つ増えたぜ。来た。どっちだ。86。カウントダウン開始。5秒前。4、3、2、1、ゴー。匠頑張れ。シンデレラ城のミステリーツアー出発。特等席からバトルを見物させてやるよ、ケースケ。中里のやつアクセル緩めて86を待ってやがるぜ。ストレートでちぎったらもったいねえ。俺はバトルがしたいんだよ。
本当のスタートはコーナーに入ってからだぜ。ふざけやがって。あんなオーバーアクションのカニ走りでこの俺についてこれるわけがねえ。感動的だぜ。こうして近くで見ていると改めてあのドリフトは芸術だと思うよ。俺でも限界領域であそこまでは FC をコントロールできてないけどノンターボの86じゃいつかは力負けすんじゃねえのか。ターボってやつは直線では強力な味方だがコーナーの立ち上がりではそのパワーゆえに車の挙動を乱す諸刃の剣だが86なら一度姿勢を決めたらガンガン踏んでいける。テクニカルコースでも非力でも思い切って踏んでいける車の方が速いこともあるんだ。確かにこのアキナの下りじゃ俺も350馬力を全開なんでほんのわずかだったよ。ドカンと開けたらもう次のブレーキングパーシャルも長くてイラついた。その辺はリアタイヤだけでパワーを路面に伝える FR の宿命だろ。 FR の宿命待ってくれ兄貴。 4WD の GTR ならどうなる。踏んでも安定してトラクションのかかるアテーサ ETS ならターボパワーをいくらでも使えるんじゃないのか。これだぜ。この感じ全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。86が離されてくる。でかい口叩くだけあってうまいぞ中里。うまく荷重をかけたアンダーを殺しながら走って GTR のパワーを生かした走りだな。面白みはないが無駄のない分隙がない。のんきなこと言ってる場合じゃねえぞ兄貴。86狩りナイトキッズに先越されちまうなんて屈辱だぜ。それはどうかな。前半は比較的ストレートが長く勾配も緩やかだがダウンヒルスペシャリストの進化が発揮されるのは勾配のきつい後半だ。ものすげえドリフト。あれがアキナの86かよ。強烈。夢に出んぞ。高橋涼介の FC どうなってんだ三つどもえって。まさかいきなり群馬最速決定戦になっちまうのかよ。低速のヘアピンカーブは GTR の得意分野。強力なブレーキできっちり車速を落とせば下りでは嫌でも前輪に荷重が残る。最大の泣きどころのプッシングアンダーは出にくいぜ。そしてこの瞬間がたまんねえぜ。どんな車にも負けねえ低速ギアからの加速、合成たっぷりのボディはびくともしねえ。サーキットで最強のマシンは公道でも最強。リアサイドの R のバッジは腐敗神話の R だ。俺の R についてこれるか86。違う。なんか違う。足回りのセッティングを変えた？アクセルオンでドアンダー。ドアンダーって何考えてんだブンタ。匠の走りはドリフトなんだぞ。そんな走り分かってねえな。腕さえありゃ FR はアンダーの方が全開で長く走れて踏めるんだよ。ドリフトならなおさらだ。ま、匠には言ってねえけどな。言ってねえのかよ。今頃急に操縦性変わって混乱してんぞ匠。言ってもしょうがねえんだよな。頭で考えて乗り方変えていけるほど器用なやつじゃねえからな。いやだったらなおさら。頭は器用じゃねえけど体に染み込んだ感覚は確かだ。ちょっとぐらい足回りいじったってあいつには関係ない。ブンタ。匠なら乗りこなせるよ。
86はドライバーを育てる車だろうな。違う、やっぱり違う。踏んでも車が乱れない。今までよりもワンテンポ早く踏める。流れすぎないから思い切って踏んでいける。そっか、親父店閉めて出かけてたのはこのためだったのか。よくわかんねえけど、これはこれでいい感じだぜ。すげえ、目がついていかねえ。俺が負けた技、イン側の溝にタイヤを引っ掛け出した。いよいよ本気出して切れ始めやがったな、あの野郎。86が追いついてる。バカだ、ありえねえ。上等だぜ。そこまでやられちゃ86が非力な旧型車だって意識は完全に吹っ飛んだぜ。一級品の戦闘力を持ったいいマシンじゃねえか。ゾクゾクするぐらい嬉しいぜ。こんな美味しいバトルはこの車に乗り換えてから初めてだ。低速コーナーはいくら86が突っ込みで食いついても立ち上がり加速の差でまた距離が開く。だが高速コーナーでは86が差を詰めてくる。インをデッドに攻めるってのは走り屋の口癖だが、奴は半端ねえ。バンパーをガードレールにこすりつけるようにして限界スピードで4人ドリフトしながら最短距離を抜けていく。非力な86が失速しないよう無駄な減速を一切せずに、奴のドリフトはそのためのドリフトなんだ。桁違いだぜ。こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎、頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。とんでもねえ圧力。この俺が振り切れねえだと。クソったれ、生きててよかったぜ。匠、今頃どの辺ですかね。かなり下ってるだろうな。なんせとてつもないスピードだから。もしあの86が本物なら、そろそろ GTR の弱点がたけしに牙を向く。GTR の弱点？なんだそりゃ。ズバリボディの重さだ。ボディの重さ？スーパーフロントヘビーから来るアンダーステアが GTR の弱点。足回りのチューニングやドラテクでごまかしても基本特性は変わらない。ハードなダウンヒルで ABS を効かせながらこじるようなステアリング操作を続ければ必ずフロントタイヤとブレーキが垂れてくる。麓まで降りてくる頃にはコーナーの入り口でアンダーステアと格闘するようになってるはず。たとえチューニングしたブレーキでもだ。フロントの応答性が怪しくなってきた。アンダー気味だぜ。フロントタイヤへの負担が予想よりはるかにでかかったか。厳しいぜ。だけど絶対負けるわけにはいかねえ。来たー！86が食いついている。妙義最速の中里が苦戦してるぞ。この5連続ヘアピンで俺は高橋圭介が抜かれるのを見た。内側に飛び込ませなきゃいいんだろうが、インは死んでも開けねえぜ。何？外からだと？うわあ！
ってんじゃねえぞこの崖や。見たか？切れてるよ。こんな狭いとこ流しっぱなしで抜けてくなんて。また外から目障りでたまんねえ。 GTR の挙動がかなり怪しい。中里集中力をなくしてるな。目を離すなよキャスカ。86が抜きに行くぞ。そうだ、無理にインにつこうとするから不自然なラインになって突っ込みが甘くなるんだ。奴が通れない程度に寄せるだけならもっと進入スピードを上げられる。アウトにラインを振った。インはねえ。いない。どこだ、どこ行った。外はフェイント。フルブレーキングしながらラインを変えやがったのか。鮮やかなもんだぜ。だけどこのまま並んで立ち上がれば二足全開の加速で前に出れる。 RB26 の底力を見せつけてやるぜ。負けた。 GTR が負けた。いや違う、負けたのは俺だ。 GTR が86に負けたわけじゃねえ。ショックはショックだけど不思議と爽やかな気分だぜ。全力を出し切って負けたんだからな。世の中にはすごいやつがいるもんだ。峠は奥が深いぜ。先行っていいぜ、86の兄ちゃん。ゴー。行っちまった。俺たちも行こう。無理だ、追いつけっこねえよ。追いつこうなんて思っちゃいないけど、匠が事故ってたら少しでも早く助けてやんなきゃ。ダウンヒルスペシャリストは2人もいらねえ。群馬エリアの下り最速は EG6 シビックと妙義ナイトキッズの庄司慎吾なんだよ。いくつコーナーをクリアできるか見物してやるぜ。いったな。あの体勢から立て直すとは。だが時間の問題だ。FR 社はどんなドリフト名人でもカウンターを当てなきゃオーバーステアを止められねえ。ああ、だが FF のシビックならオーバーステアをアクセルで止め思い切った突っ込みができる。サイドを引いてアンダーも消せる。そうや、このルールは FF じゃなきゃ 100% 事故る。事故らねえ FR 使いがいたとしたらそいつは化け物だ。コーナー抜けるたびにドキドキするな。いきなり目の前にぐしゃぐしゃになった86が現れる気がして。匠なら大丈夫な気がする。匠なら。なぜだ、なぜ曲がれる。いきなりでこなせるほどガムテープデスマッチは甘くねえ。どうだ、抜く気になりゃいつでも抜けるんだ。ほらほら、もっと焦りやがれ。もっとガンガン攻めて事故っちまえよ。いける、いつもより飛ばせる。あ
ンドルに頼らないで曲がった方が速い。なんなんだ、いくらプレッシャーをかけても乱れねえ。それどころかどんどん速くなってる。関係ねえ、勝負は勝ちゃいいんだよ。どんな手を使ってでもな。くそ、運のいいガキだぜ。だったらこのままぶっちぎってやる。これだ、レッドゾーンまで一気に吹けるこの音、この陶酔感、死ぬほどいいぜ。たまんねわざとやりやがったな。てめえみたいなカスには絶対負けねえからな。嘘だ、なんで追いつける。俺はこれ以上出せないギリギリで走ってるんだぞ。なんなんだよ、あの86。ステアリングを使ってねえ、荷重移動だけで曲がってやがる。なんだ今のは。なんでこんなところで抜かれたんだ。こっちから仕掛けたガムテープデスマッチで負けたりしたら、俺はチームの笑い物にされて再起不能だ。引き分けに持ち込んででも俺のメンツは保ってみせるぜ。バトルの結末はダブルクラッシュだ。俺の EG6。カウントいくぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。
始まった。アキナさんの走り屋の歴史で最高のダウンヒルバトルが。86が FC と互角のバトルをしてるぞ。いけータクミいつもの兄貴のやり方だ。ここ一番のバトルではわざと先行させて後ろからぶち抜く。どんな相手にもそうやって勝ってきたんだ。86が頭取ってるぞ。すっげえ、今にも当たりそうなスーパーツインドリフト。2台とものっけから見せつけてくれるぜ。すごすぎるぜどっちも。けど本来高橋涼介はあそこまでドリフトを多用するスタイルじゃないだろ。相手の得意分野でねじ伏せるつもりなんだ。ストリートキングの意地にかけて。驚いたぜ。半月前よりカウンターステアの打角が小さくなった。ターンイン直後に大きめのカウンターを当てる癖がなくなっている。わずかな間に奴は進化している。だが結果は変わらない。俺が勝つ。マジかよ。このトリッキーな下りの複合コーナーを2台とも流しっぱなしで抜けてきやがった。けどきついだろうな86。ああべったり張り付かれちゃう。ああ逃げるより追っかける方が技術的にも心理的にも有利ってのは走り屋の世界の常識だもんな。ましてや相手はあの高橋涼介。煽られるプレッシャーは半端ないぞ。すごいさ、鳥肌もんだ。ストレートで速い走り屋は初心者。コーナーを極めて中級。上級者ともなればストレートでもコーナーでもない第3のポイントで差をつける。そのポイントを極めることこそが俺の行動最速理論のメインテーマだ。その理論の限りなく完成形に近いサンプルの一つがこんなところにあったとは。こうしてラインとリズムをコピーしているからこそついていけるが、単独でこれを再現するのは俺でも難しい。恐ろしいやつだぜ。ダメだ、振り切れない。何なんだその区間タイムは。自分も測り間違いかと思ったんですけど、前回の交流戦より8秒以上速いんです。8秒だと圭介さんが走った時より8秒も。あの2台一体何をしでかしてるんだ。まだだ、まだあれが残ってる。水落としも通じない。やっぱり俺なんかが勝てる相手じゃなかった。このバトル負ける。負けたくねえけど俺は負ける。そうなんです。もしこのペースでゴールしたら2台とも前回86が出したコースレコードを12秒近く縮めてしまうかも。勘弁してくれ、狂気の沙汰だぜ。もう十分だよ。ああ、やばすぎるぜこんなの。
あの二人だからこそできる究極の限界バトル。間違いない。今夜のバトルは伝説になる。匠。いよいよ5連ヘアピン来るぜ。手前のストレートでのハードなブレーキング競争が見ものだな。86が頭だ。オーバースピードだ。曲がれない。抜かれた。 FC が前に出た。信じらんねえ。あの86がツッコミでアンダー出すなんて。やっぱり高橋涼介に食いつかれて逃げ切れる走り屋なんていないのか。不思議なやつだ。あれほど高度なテクを持ちながらバトル慣れしていない。追い込むと意外なほど脆い。もう少し後ろについて手の内を見せない作戦だったが、前に出たからには一気に突き放して勝負を決める。噂以上だね。2台ともそんじょそこいらのドリフト小僧とはスピードレンジが違う。でも勝負あり。このバトル高橋涼介が勝つんでしょ。そうだね、前へ出たからには。けどラインのシビアさは86の方が1枚上。あの86まだ死んでないよ。差がつかない。一気に置いてかれると思ったのに速さに大して差がない。だったら縮めるんだ。少しでもこの差を。1メートルでも2メートルでも前を走るあの白い RX7 に近づくんだ。近づいてる。差が詰まってる。負けてない。俺の方が速い。フロントタイヤの食いつきがこの大詰めで熱だるか。だが少しくらいタイヤがへたろうとも俺の技術に破綻はない。勝つのは俺だ。いよいよだな。あのスキーローンだと相当もつれてる。読んだ通りの展開だ。ゴールはすぐそこ。一か八かで仕掛けるならこのポイントしかねえ。ブレーキング勝負に必要なスピードの乗る直線。道幅の狭いアキナの峠で唯一このコーナーだけが3車線あってラインの自由度も高い。そしてその先は2つの R が重なった複合コーナー。このコーナーを立ち上がって先頭を取った方が勝つ。来たぞ。よっしゃー。86がケツに食いついてる。さあどうする。どう攻める。アウトだと。外からじゃ抜けねえ。最短距離を行けるインが絶対有利なんだ。FC が膨らんでく。クリップにつけねえ。失速するぞ。86はつきやがった。
しびれまくったぜ。たまんねえや。ああ、四輪ドリフトのまんまラインがクロスした時なんざ全身に鳥肌が立つのが分かった。俺たちは運がいい。本当のバトルを見せてもらったぜ。